皆さん、こんにちは。本日の主役は赤丹波鶏です。だから今日、赤丹波鶏を使って丸焼きにしようと思います。じゃあ、いつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。じゃあ、青バターから作り始めます。使うハーブはセージとローズマリーと野生のフェンネルシート。野生のフェンネルシートなかったら、まあ別に入れなくても大丈夫です。だってあんなに美味しい赤丹波鶏をあったら、もうただちょっとコンシールつけてバター塗ってパサパサにならないようにバター塗ってもう十分美味しいと思います。ちゃんと本来の味を守りたいからです。セージ葉っぱだけ取ってローズマリーも葉っぱだけ取ってで野生のフェンネルシートで圧縮しましょう。はい。で常温に戻したバターと一緒に合わせて混ぜてはい、完成です。はい、次は鶏肉の準備しましょう。身と皮の間に指で穴を開けて優しく優しくで、身と皮の間にバターたっぷり塗りましょう。そしたらあまりパサパサにならない。その上にしっかり油などをつけます。で、鶏の真ん中もちょっと気持ち多めに塗った方がいいと思います。塩は外側じゃなくて真ん中だけに入れます。塩と胡椒もちょっと気持ち多めに入れても大丈夫です。なぜかというとこの真ん中に全部骨なので塩はちょっと吸収しにくいからです。で、コンシールつけたら料理芋で縛って焼きましょう。こんな感じに結びましょう。なぜ料理芋で結んだいいかというと、形しっかり守れるし、最終的にカットしやすくなります。こんな感じ。はい、グリルの上に乗せて約90度の予熱されたオーブンで焼きましょう。だいたい1時間半かかります。はい、今はね約40分経ってるんですけど結構焼き色ついてるのでもうちょっと温度下げてもうちょっと焼きましょう。別に1時間半焼けないといけないわけではない。あと正直に言うと技術的な点によると絶対火入りすぎて、でもポーラーローストって言ったらこんなものです。これはなんて言ったらいいかな、技術的な点よりその伝統的なレシピの重要さが大事です。
何しよう。約30度で、あと20分焼きましょう。はい、皆さん、約1時間20分経ちました。40分約90度で、あと、ちょっと温度下げた、約30、約40度で、あと50分、ほぼ50分できました。おいしい。なんて言ったらいいかわからない。で、芋を取って、切り方もとても簡単。今まであんまり特別なレシピとかなど、バターの塗り方だけしてないんですけど、もしかしたら切り方が気にしてる人が結構いると思います。めちゃめちゃカリカリ。まずもも肉をこの下に骨があるので、これで待ちきれないな。でもなんかわからないけど、もしかしたらバターの塗り方のおかげで本当に全然パサパサに見えない。うまい。ちょっと塩薄いけど、やっぱり塩出さなくてもいいかな。もっと鶏の味を感じたいので。赤タンバドーリうまいな。おいしい。はい、次は手羽先。めちゃめちゃ柔らかいので、包丁でカットしなくても外れるぐらい。で、胸は真ん中から切り込みを入れて、で、骨に沿ってカットする。胸はね、なんか少しパサパサになってる気がする。ちょっと熱いので、ピンセットで持ちながら。ここ骨あるので。全然難しくない。あと、ちなみにこの骨は捨てずにお出汁作ったらすごくうまい。お出汁かソースとかなど全然めちゃめちゃ美味しい。それでは、buon appetito。美味しい。超美味しい。骨も美味しい。